ジャンクの海からこんにちは。DIY VTuber の東雲初里です。1ヶ月くらい前にうずらを 3D プリンターで孵化させたんですけど、1ヶ月経って結構大きくなってきました。見てください。かわいいですね。そしてまん丸でかなり美味しそうになってきましたね。ショーケースで育ててたんですけど、どうやら3匹のうちメスが1匹だけみたいで、メスのうずらを取り合ってオスの2匹が喧嘩するようになってしまいました。別の箱に分けたりもしたんですけど、全く別の箱に入れちゃうとメスを探して泣いちゃうんですよね。そこでね、一つの箱を仕切りで分けてたんですけど、狭くてかわいそうなので、新しいケージを買うことにしました。Amazon を見ていると、網のパーツを組み合わせて、好きな形のケージを作れるセットが面白そうです。26枚で5000円やったら、そんなに高くないんですけど、100均の安いワイヤーネットで作ればもっと安く作れるし、ワイヤーネットをつなぐ金具を自分で作ってみたいなと思って買ってきました。じゃーん。それでは今日はですね、100均のワイヤーネットと 3D プリンターを使って2世帯住宅の鳥小屋を作っていきたいと思います。ワイヤーネットのラベルを剥がしていきます。今回用意したのはセリアさんのワイヤーネットなんですけど、同じ大きさの商品が2種類あって、なんか微妙に枠のワイヤーの太さが違いました。まあ、微々たる差なので気にせずやっていきます。見てください。3D プリンターでワイヤーネットをつなぐ金具を作りました。結束バンドでももちろんいいんですけど、分解したくなった時にレゴみたいに気軽に外せるコネクターになってると、片付けるのも変形させるのも簡単だし楽しいですよね。それでは組み立てていきましょう。3×2 の大きさのカゴを作っていこうと思います。
3×2 の大きさだとでっかすぎたので、結局 2×2 に変更しました。形の自由度が高いと、こういうことができて便利ですね。できました。どうでしょうか？持ち上げてみても結構しっかりしてます。100均で不織布も買ってきました。うずらは結構ビビりなので、不織布でカゴを覆ってあげたいと思います。不織布がつっつかれて取れたらめんどくさいですからね。結束バンドで留めていきます。結局結束バンド使うんかいっていうね。でも不織布だけ変えたくなった時とか別々に止まってるっていうのは便利ですからね。そういうことにしておきましょう。そういえば最近スノボーに行ったり磯遊びをしたりアクティビティが多くて DIY 以外の動画がどんどん溜まっていくんですよね。決して DIY がネタ切れしてるわけではないんですよね。ちょっと飽きられないように次も DIY の動画にしようかなって思ってます。ケージから餌とか糞が出るので段ボールで囲いを作ります。ワイヤーネットのケージだと本体は安く100均で作れても囲いがないとダメですね。でっかい段ボールって意外と高いですからね。これ一つ600円くらいします。ケージの半額くらいしちゃってますね。うずらの床材は藁にすると掃除をする頻度が減らせるらしいんですけど、初りは今のところペットシートを使っています。うずらはずっと食べながらうんこをしてるので、毎日掃除しないと家が臭くなるかもしれません。ケージの中にアクセスするために出入り口を作っていきます。じゃーん。一家に一台ボルトクリッパー。これがあるとですね、棒状の硬いもの何でも切れますからね、頼もしいですよ。初りのボルトクリッパーは10年くらい前にダイソーで1500円くらいで売ってたのを買いました。ダイソーさんの高額商品ってすぐ消えちゃうじゃないですか。きっとこれも幻のダイソー商品ですよ。で、入り口の蓋をつけたら完成です。いよいようずらを入れていきましょう。よし、捕まえた。どこ行った？あ、いた。お！捕らえた。よいしょっと。いやー、懐いてないから大変です。ケージが大きくなったので、落ち着いたら餌付けして、鳴らしていきたいですね。え？ちょっと待って。この網通れるの？やばいやばい。試行錯誤した結果ですね。インコとかだったら捕まって縦横無尽に動き回って賢いので脱出できちゃうと思うんですけど、うずらは地面を歩く生き物なので地上だけ囲ったら大丈夫だと判断して地上だけ囲いました。水入れは輪ゴムで止められるようにしました。餌はケージから顔を出して食べる仕組みにしてます。うずらって餌をめちゃくちゃ食べ散らかすので、これで多分餌の散らかりがマシになるんじゃないでしょうか。水も餌も外に出てるので補充するのが簡単になりそうです。砂浴び用の砂も100均のタッパーに入れてます。顔だけ出るくらいの穴から顔を出して食べてくれるかなって不安だったんですけど、みんな食べてくれてます。よかった。ここまででケージは満足できる出来になったんですけど、リビングに置いてるんでね、次はおしゃれに可愛くしていこうと思ってですね、安くておしゃれな雑貨屋さんのサリュさんでおうち型の小物入れがたくさんあるので買ってきました。これは家の鍵とかを入れる箱ですね。磁石がついてて、多分玄関扉にくっつけられるようになってるのかな。凝ってますね。よくできてます。って言いながら分解するっていうね。こっちはトイレ用のゴミ箱みたいな感じですね。ゴミ袋を留める枠がついてます。やっぱり2種類別々のやつを買ったら可愛いですね。マルチツールでうずらが通れる大きさの入り口を作っていきます。糞が溜まっちゃうので、そこも取っちゃいます。でも底板をそのまま取っちゃうと耐久性が低くなるので、くり抜いていきます。じゃーん。うずらグッズを置くための棚も買いました。組み立てていきます。立て付けとか耐久性はそんなに良くなさそうですけど、小物を置
くなら可愛さに対するコスパが圧倒的にいいんですよね。他にも何種類かおうち型の小物入れが売っていたので、買い足しても絶対可愛いですよね。できたので、ペットシートを変えて巣箱を入れていきましょう。全然あかん。持ち上げると普通に逃げる。うずらを回収したので、ペットシートを変えます。巣箱を入れていきます。かわいいですね。砂場もなんかかわいいやつにしたくなりますね。こっちにも入れていきます。いいですね。餌と水を戻して、どうでしょうか。これ可愛くなったんじゃないですか。いやー、うまくいってよかったです。仲良く餌食べてるの可愛いね。今回はですね、4K 動画にしてみたんですけど、オスのポケットが熱暴走して止まったり、テスト動画を YouTube に上げてみたら、はつりの家の回線は早いんでね、サクッと上がったんですけど、6分の動画とかでも30分くらいエンコードしててびっくりしました。回線が早ければ怖いものなしだと思ってたんですけどね、はつりの努力の届かないところでも時間がかかることが分かりました。この後、巣箱に入っているところも撮れましたよ。ご覧ください。入りそうですね。入るんか入らんのかい。この後出てくるところはなんとか撮れました。サリュさんにまだまだおうち型の小物入れがたくさん売っているので、いっぱい並べても可愛いなって思ったんですけど、もしかしたらあんまり気に入られてないのかな。気に入ってもらえるか今後に期待ですね。今回は 3D プリンターから生まれたうずらたちが喧嘩しちゃうので、100均グッズと 3D プリンターを使って新しいケージを作りました。面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、Twitter で共有やコメントをつけてもらえると嬉しいです。次回はロケットストーブを使って火力発電をした電気を使って山でインターネットをする予定です。それではご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。